橋の下にたくさんの鯉がいます。すごくたくさんいます。こっちへ行くと池が見えます。わー、綺麗ですね。ほら、この透明な水、すごいですよね。まるで飲めそうなぐらい綺麗です。ヤドンです。かわいい。ピカチュウと一緒に寝てる。かわいい。皆さん、こんにちは。よしえです。今日は香川県の栗林公園を散歩します。リラックスしてゆっくりと日本語を聞いてみましょう。それでは始めます。いきなりですが、抹茶パウダーの自動販売機を見つけました。面白い。初めて見ました。お土産にいいですね。ここは駅です。高松築港駅という名前です。この駅から電車に乗って栗林公園に向かいます。小さくてかわいい駅ですね。人があまりいません。こっちには池がありますね。駅のすぐ隣に高松城があります。電車に乗るのは7分間だけです。はい、着きました。まずチケットを買います。チケット代は大人が500円です。今回は現金で払いました。とても広い庭なので、地図を手に入れました。私はとても方向音痴なので、地図がないと歩けません。この地図は、英語とか中国語、そして韓国語などいろんな言語でありましたよ。とても広いので、今日は南側の公園をお散歩するコースを選びました。いろいろな場所にこの矢印が書いています。その矢印に沿って歩けば、だいたい60分くらいで回ることができます。今の気温は25度ぐらい。ちょっと暑いけど、でも風が気持ちいいです。これぐらいの気温なら1時間歩けそう。右側に大きな木がありますね。その木の隣に素敵な建物が見えます。あれは何の建物だろう。展示室やカフェがあるって書いています。まだ疲れていないので、カフェには入らず歩こうと思います。今回、私は初めてこの栗林公園に来ました。もうずっと昔から栗林公園は素晴らしいよって聞いていたんですね。でも、なかなか来る機会がなく、やっと今日来ることができました。人が集まっていますね。何があるのかな？少し近づいてみます。鯉がいるんですね。鯉というのは、このカラフルな魚のことです。日本ではたくさんの鯉を飼っている場所があります。皆さんは日本の鯉を見たことがありますか？実はこの栗林公園にはたくさんの鯉がいるそうです。多分進んだ先にも
たくさん鯉を見られる場所があると思います。地面を見てください。影がある部分とない部分がありますね。地面もアート作品のように見えます。ここに生えている木はほとんど松の木だと思います。枝の形がとても美しいですよね。この栗林公園には1400本もの松の木があるそうです。ただ自然に生えているだけではなくて、ちゃんとお世話をする人がいます。庭師という職人が一本一本大切に手入れしています。必要のない枝を切って形を整えます。赤い橋が現れました。何かしていますね。川に向かって何か投げています。橋の下にたくさんの鯉がいます。すごくたくさんいます。みんなここで餌を待っているんですね。多分この庭のいろいろなところで鯉の餌を売っているんだと思います。人が少なくていいですね。人気の観光地ですが、こんなに人が少ない理由がいくつかあると思います。まず今日は平日です。そしてこの公園はとても広いです。だから人が集中せず、いろいろな場所に散らばっていると思います。そしてさらにこの公園は朝早くから開いています。この夏の時期はなんと5時半から開いているそうです。朝5時半からやっている観光地はとても珍しいと思います。だいたい10時くらいから開く観光地が多いと思いますね。この広い公園を朝5時半とか6時にゆっくり散歩したら気持ちいいでしょうね。人も少ないし、涼しいし、最高だと思います。6月や7月、8月は多分昼間にここを散歩すると暑すぎると思います。前の人も日傘を差していますね。日傘や帽子は絶対いると思います。目の前に建物が出てきました。あそこはカフェです。私も後で行ってみようと思います。右側に池がありますね。ここには石でできた橋があります。橋を渡ってみましょう。ここにも鯉がたくさんいます。みんな餌を待っているのかな？水もきれいですね。気持ちよさそうに泳いでいます。あ、亀がいる。亀もいるんですね。そして小さな魚も泳いでいます。池の真ん中にはハスの葉っぱがありますね。綺麗です。右側には立派な松の木。このウォーク&トークの動画を撮り始めて、いろいろなところを散歩しました。お散歩を始めてから
たくさんの自然に触れることができています。リフレッシュできているような感じがします。今のこの動画スタイルはとても気に入っています。これからもたくさんいろいろなところをお散歩したいと思っています。いつもね、コメントで応援してくれる皆さん、見てくれる皆さん、本当にありがとうございます。私のこれまでのライフスタイルは、家の中にいることがとても多かったんですね。でも最近は毎週のようにどこかに出かけて一人で旅行をしています。一人旅も昔は苦手だったんですが、最近は結構好きになってきました。そしてかなり歩くので健康にもいいですよね。前に滝が現れましたね。小さな滝です。この滝、なんと人工の滝だそうです。昔は桶で水を上まで運んで流していたそうです。今はポンプで水を引き上げて滝を作っているそうです。この公園は400年以上の歴史があります。400年前はポンプなんてなかったから手で運ぶ必要があったんですね。大変だ。でもそれくらい近くで滝を見たかったってことですよね。面白い。右の芝生広いですね。ここでピクニックをしたら気持ちよさそう。実はこの公園の中でレジャーシートを引いてピクニックをすることができます。お弁当を持ってきて食べたりすることもできます。今日はたまたまピクニックをしている人は見かけなかったです。きっと週末は家族連れがそういうことをしていると思います。わー、この木すごく大きいですね。この木何年ぐらいここにあるんだろう。多分100年は経ってそうですよね。自然にとても癒されます。今向かっている場所はカフェです。とても素敵な建物の中で抹茶を飲むことができるそうです。皆さんは抹茶を飲んだことがありますか？実は私は昔旅館で働いたことがあります。その時はお客さんに抹茶を立てて出していました。だからね、実は抹茶を立てることができます。着きました。ここは菊月亭という名前だそうです。最初に注文をします。このお抹茶の方お願いします。お一人ですか？一人です。冷たいのと温かいのございます。冷たいので、冷たい。そっちに電話代の方にペイペイで払います。払えますか？ペッペ OK です。はい。自撮り棒とか使わなかったら撮影ってしていいんですか？写真とかいいですか？そうですね。棒はちょっと棒なしで、おはい、断りしてわかりました。こちらレシートとお控えとお茶の番号札74番で、でこちら靴を入れる袋に、はい。靴は自分で中まで持って入ります。最初にこの部屋で抹茶とお菓子をいただきました。この抹茶は冷たい抹茶で氷が入っています。あったかい抹茶はすごく美味しいんですが、今日はとても暑いので
冷たい抹茶にしました。そして抹茶を飲んだ後は庭とお部屋を見ることができます。この庭はよく手入れされていて美しいですね。昔は殿様もこの家でお茶を楽しんでいたそうです。こんなにたくさんの畳を使っている家は最近ではあまりないと思います。最近の家は畳の部屋はだいたい一つですね。畳の部屋がない家もたくさんあります。畳のいいところは、まず匂いがとてもいいですね。そしてクッション性があるので、歩いていて気持ちがいいです。畳の上にそのまま寝転がってお昼寝をするのも気持ちがいいです。皆さんは畳に座ったことがありますか？日本人の座り方、正座と言います。足を畳むようにして座る座り方です。皆さんもぜひ畳の上で正座をしてみてください。こっちへ行くと池が見えます。わー、綺麗ですね。綺麗すぎて、なんて言葉で表現したらいいかわからないです。これはカメラ越しに見るよりも自分の目で見るともっともっと綺麗に見えます。池側の襖がすべて取り除かれているのもいいですね。景色がとても綺麗に見えます。しばらくここでぼーっとしたいと思います。はい。かなりゆっくり休憩できました。ではまた歩き始めます。12時が近づいてきました。気温がかなり上がってきましたね。少し暑いです。木がたくさんあるので、日陰も多いです。でも日本は湿気が多いので、日陰でもかなり暑いですね。風がぬるい感じがします。こっちに行こう。左に曲がります。そして次は右に曲がります。迷路のようですね。一応地図を確認しながら進んでいるんですが、実は何度か道を間違えました。もう少しでこの庭の中で一番有名なフォトスポットに行きます。だいたいどのガイドブックにもこれから行く場所が写っています。左側に坂が見えますね。この坂を上がっていきます。この坂の上にある山のようなところを平井峰と呼びます。この平井峰は富士山に見立てて作られた小さな山です。まあ山って言ってもとても低いんですけど、この上から見る景色がとても素晴らしいです。どんな景色なんでしょうね。楽しみ。上にはたくさん人がいます。みんな写真を撮っていますね。わー、またまた素敵な景色を見つけました。ちょっとこの橋をアップにしてみると
川船が見えますね。2隻います。天気がいい日に来てよかった。皆さんもこの栗林公園に来るときは天気がいい日を選んでください。美しいですね。それではあの橋に近づいてみましょう。ちょっと階段が急ですね。気をつけます。今、この栗林公園の中の木はほとんど緑の葉っぱですね。でも桜の季節にはかなり桜がたくさん咲くそうです。わあ、見てみたいな。そして秋には紅葉もするそうです。何回でも来たくなるような公園です。はい、階段を降りました。前に見えるのは売店ですね。食べ物を売っているのかな。そして皆さん、この目の前の池の水、とても綺麗なんです。ほら、この透明な水、すごいですよね。まるで飲めそうなぐらい綺麗です。なんでこんなに綺麗なんだろう。透明すぎて、水があることに気づかず歩いてしまう人もいそうです。それはさすがにないか。いや、でもね、すっごく綺麗ですね。ここには結構観光客がたくさんいますね。子供たちが鯉に餌をあげています。鯉が気持ちよさそうに泳いでます。栗林公園には約1000匹の錦鯉がいるそうです。1000匹ってすごいですよね。あ、すっぽんに注意って書いています。すっぽんって皆さん知っていますか？食べられる亀みたいな生き物です。すっぽんいるかな？見えないですね。鯉って狭いところにたくさんいるイメージがありますが、ここの鯉たちは広い池で飼われて幸せですね。人間によく懐いている気がしますね。餌をあげていないのに人間の周りに集まってきます。ここには錦鯉の種類を紹介する看板があります。へえ、いろんな種類がいるんですね。知らなかった。遠くで救急車の音がしますね。何かあったのかな。そしてこっち側には橋があります。これがさっきの山から見ていた綺麗な橋です。ちょうど誰も人がいなくなったので登ってみます。どこを見ても緑、緑、緑って感じです。春になると多分この右側がピンク色になるのかな。多分こっち側に桜の木があると思います。では、これから出口の方に向かいます。1時間半くらい歩きました。それでも南側の庭しか回れなかったんですよ。北側も回りたかったら2時間とか2時間半ぐらいかかると思います。船に乗りたかったらもっと時間がかかりますね。次来たらあの船も乗ってみたいな。そういえば
今日散歩をしている途中に結婚式の写真撮影をしているカップルを見つけました。何組かいましたね。こんな素敵な公園で写真を撮ったらいい記念になりますよね。そのカップルは和風の服を着ていて、とてもよく似合っていました。盆栽が売っています。あ、ここにも結婚の写真撮影をしている人がいますね。おめでとうございます。邪魔にならないように急いで前を通り過ぎます。結婚以外でも着物を着て外で撮影する人がいます。例えば成人式とか七五三と呼ばれる子供の行事とか、いろいろな人が着物を着て撮影をしています。そういう人を見かけたら、ぜひおめでとうございますって声をかけてあげると喜ぶと思います。もちろん勝手に写真を撮るのはマナー違反になります。こっちにお土産物屋さんがありますね。少しだけお土産を見て、次の目的地に移動したいと思います。はい、商店街にやってきました。ドン・キホーテが右側にあります。皆さん、ドン・キホーテ行ったことありますか？とても人気ですよね。激安の殿堂って書いてます。このペンギンのマークが目印ですね。初めてこの高松の商店街に来ましたが、とても大きいですね。すごく天井が高いです。綺麗。まるでショッピングモールの中みたいですよね。香川県は四国にあります。そして私の出身地の高知県も四国にあります。18まで高知県にいたんですが、その時は香川に対してすごく憧れがありましたね。高知が結構田舎なので、たまに友達が香川に遊びに行ったとか言うと、いいなーみたいな感じでした。都会に遊びに行けていいなーみたいな感じでしたね。はい。それでは次の目的地に着きました。何かわかりますか？ポケモンセンターです。大きくポケモンって書いてますね。このポケモンセンター香川は2025年にできたばっかりらしいです。来てみたかったんですよね。そして香川県のご当地ポケモンという地元のポケモンがいます。それがこのヤドンです。かわいい。ピカチュウと一緒に寝てる。かわいい。このポケモンセンターにはヤドンのグッズがたくさんあるんですよね。たまらないですね。ポケモンの中でもヤドンはすごく癒し系ですよね。ヤドンの T シャツとかがあったら買いたい。はい。では、今日の香川のお散歩はこれでおしまいです。今日の動画が面白いね、いいねと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。このウォーク&トークのトランスクリプトは私のペイトリオンでゲットすることができます。サポートしてもらえると本当に嬉しいです。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。